こんにちは、あやはれです。過去の動画のコメントで運動しないダイエットでもプロテインを飲んだ方がいいですかという質問を何度かいただきました。プロテインイコール運動している人が筋肉をつけるために飲むものというイメージが強いので、運動しない私がなぜプロテインを飲むのか疑問に思われた方が多いと思います。私は運動せずに食事改善のみで2ヶ月で10キロ減量し、163センチ58キロから48キロになりました。今現在もリバウンドせずに48キロをキープしています。今日の動画ではまず1つ目に私が痩せるためにプロテインを飲み始めた理由、2つ目にプロテインを含む私の1日の食事ルーティン、3つ目に私のプロテインの選び方と飲み方を紹介したいと思います。概要欄から見たい箇所だけスキップできるようにしていますのでご活用ください。何か一つでも参考になると嬉しいです。まずはじめになぜ私がプロテインを飲み始めたかの理由についてお話しします。結論から言うと、ダイエットをきっかけに炭水化物中心だった食生活からタンパク質中心の食生活に変えたこと、そして毎日の食事で1食あたり 20g のタンパク質を摂取するという目標を作ったからです。プロテインは私にとって最も時短してタンパク質を摂取できる方法で、食事に時間をかけたくない朝食だけ1食あたり 20g の目標を達成するためにプロテインを取り入れることにしました。そもそもなぜ私が痩せるためにタンパク質中心の食生活に変えたかというと、私はダイエット中も食べる量を減らしたくなかったので、何を食べれば痩せる食事になるのかを考えました。そこで知ったのが三大栄養素、炭水化物、脂質、タンパク質の中で最も脂肪として蓄積されにくいのはタンパク質であること。タンパク質は筋肉だけでなく内臓や皮膚、髪の毛、爪など体の大部分を作る材料になるので、食べたものが体内で消費されやすく脂肪に変わりにくいこと。つまり今まで炭水化物に偏ってた食事バランスをタンパク質中心の食事に変えることで同じ量を食べても痩せられるのではと考えました。実際どういう風に食事を変えていったかというと、毎食何を食べるのか決めるときに米にするかパスタにするかと主食となる炭水化物で選んでいた習慣をやめて、肉や魚、卵などのメインのおかずとなるタンパク質から選ぶようにしました。さらに食べる量を調節する基準が欲しかったので、私は1食あたり 20g のタンパク質を摂るという目標を作りました。実際この方法を実践して良かった効果が3つあります。1つ目、食事量を減らすことなく2ヶ月で10キロ減量することができました。食事バランスを変えただけなので食事の量を減らすことなく減量することができました。2つ目に高タンパクな食材を中心に献立を考えることで自然とバランスのいい食事になりました。ダイエット以前はパスタだったら大皿にパスタドン終了みたいな食事をしていたのですが、まずは 20g のタンパク質を摂るか考えると、魚とか肉とか卵とか大豆製品などが食材の中心になります。肉を焼いてお皿が寂しいのでここに野菜を追加する、あとはスープと玄米ご飯みたいな感じで自然と今までよりバランスのいい食事を作れるようになりました。3つ目に食べるものの選ぶ基準ができて献立を考えるのが楽になりました。私は食べるのは好きなのですが、何を食べるのかを選ぶのはめんどくさいという性格で、ダイエット中は特に今日は何を食べようかなと考えるのがストレスになっていました。高タンパクな食材を選ぶようになると食べるものを選ぶ選択肢が減って献立を考えるのが楽になりました。私にとってダイエットはめんどくさいとか手間がかかるというのが一番の挫折ポイントで、できるだけ楽して習慣化することを一番大切にしています。私の場合は自由に好きなものを食べるよりも食材の選択肢を減らして美味しく食べる工夫をする方が自分にすごく合っているなと思いました。次に実際に私がどんなものを食べていたのか、1日の食事ルーティンを紹介します。ダイエット当初は体重 58kg×1g の 58g を1日の摂取目標としていたので、1食あたり 20g を目指して食事を考えていました。
現在もだいたい 20g ぐらいを目標に食事をしています。私の1日の食事はざっくりとこんな感じです。実際に作って食べているレシピは他の動画でアップしているので、ぜひ参考にしてみてください。もしこのやり方を同じように実践してみようかなと思った方は、まずは現在の体重 ×1g を1日の目標数値とし、3で割って1食あたりの目標を決めて実践してみてください。これだけ聞くと毎回計算してすごく大変に聞こえるかもしれないんですが、あくまで目標なので、私自身達成できない日もありますし、めんどくさくて数えない日もあります。細かく毎日計算して管理することが目的ではなく、一つはタンパク質を意識した食生活を習慣づけること、もう一つはダイエット中に何を食べるか迷った時の指標にするという目的で、めんどくさがりな私でも継続することができました。これから挑戦する方に3つ注意点があります。1つ目、ウインナーやベーコンなどの加工食品の摂りすぎに注意してください。高タンパク質な食材を検索すると、ベーコンとかウインナーとかこの加工食品が表示されるのですが、こういった加工食品はカロリーも高いのでダイエットにはあまり向いていないと思います。私が意識していたのは、できるだけ肉、魚、卵などの加工されていない目で見て原材料がわかるものを積極的に食べるようにしていました。2つ目に、プロテインに頼りすぎないこと。タンパク質が大事だからといってプロテインに頼りすぎると、本来食事で補えるはずのビタミンとかミネラルなどの他の栄養素が不足してしまう可能性があります。基本は食事から足りない分だけプロテインで補うことをお勧めします。3つ目に、3食バランスよくタンパク質を摂ることを心がけてください。1日あたりの摂取目標を達成することが大事なのではなく、1食あたりの目標設定を達成することが重要なので、必ず1日の摂取目標を3食で割って定期的にタンパク質を摂るようにしてください。最後に、私なりのプロテインの選び方と飲み方について質問形式でお答えしていきたいと思います。ウェイプロテインとソイプロテインどっちがおすすめですか？私が調べた限り、ダイエット効果という点において現段階では本当に甲乙がつけがたいです。私の今のプロテインの選ぶ基準としては、ホエイかソイかではなく、だいたい1食 30g あたりのタンパク質量が 20g 前後、カロリーが120キロカロリー前後という点だけ必ずチェックするようにしています。何に割って飲むのがいいですか？私は調整豆乳か無調整豆乳で割って飲んでいます。できるだけカロリーを摂取したくない人は水か無調整豆乳、初めての方は牛乳か調整豆乳がいいかなと思います。で、おすすめのメーカーや商品はありますか？私は基本的に飽き性なので、いくつか買っておいて気分に合わせて飲んでいます。初めてプロテインに挑戦するのであれば、私はこのザバスのリッチショコラージェホエイプロテインをおすすめします。理由としては、価格も味も平均点で薬局で手軽にお試しパックが買えるので、とりあえず最初に挑戦するのにはいいかなと思います。もし今日の私の動画でもっとタンパク質について知りたいという方は、こちらの眠れなくなるほど面白いタンパク質の話を読んでみることをおすすめします。私が今まで減量のために読んだ本のタンパク質の話を全部まとめてくれたような本で、最近読んで改めてタンパク質の魅力にはまりました。いつもご視聴、コメントをいただき本当にありがとうございます。コメントはすべて拝見させていただき、できる限り返信させていただきますので、今後もリクエストやご質問などあればコメントいただけると嬉しいです。以上、あやはるでした。